皆さんこんにちは。車いじバカです。寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、年明けからなかなか忙しくて、車をいじる時間があんまり取れなくてですね、すごいストレスを溜めております。で、今日はちょっといつもと違うところから撮ってるんですけど、何をしてるかと言いますと、ちょっとツールの整理をしようと思って家の中にツールを持ち込んできております。でそれをやってる時にふと思ったんですけど、私そういやこれまでツールとか、工具ですねの紹介って全然したことなかったなと思いまして、私車いじり大好きなんですけど、工具も大好きなんです。なので工具系の動画も結構見るんですけど、一度自分の工具も紹介してみようかなと思ってちょっと動画を回しております。今日はそんな動画をお届けしようと思います。それでは参りましょう。私がよく使うツールですね、こんな感じでまとまっております。これがですね、私が車いじりを始めた7年ぐらい前に最初に買ったツールボックスです。これトネさんの全部セットになって売ってたものを買って使っております。でこちらのボックスがなんかツールがいっぱいになってきたんで入れるとこがないなと思って慌てて買いに行ったツールのボックスで、ここにはごちゃごちゃっといろんなものが入ってます。あとですね、こういうカンカンによく使うツールでここに入らないものを、入れてます。あとはこんな感じですね。はい、こういうのはちょっと後ほどご説明します。まずはこのトネさんのこのツールですね、こちらご説明したいと思います。開けます。はい、中身はこんな感じになってます。まず最初に一番よく使うこのラチェットレンチをご説明したいと思います。まずはこのレンチです。これ実はここに入ってたのがもともとはこれなんですよね。これがこういうふうに入ってました。ただこれよりも最近はすごくこれをよく使うので、これをここに入れてます。開けたらすぐこれが取り出せるようにしてます。でこれなんで最近これを愛用しているかというと、これご覧いただけるようにスイベルになってまして、でしかもトネさんのやつ全部そうなんですけど、プッシュロック式なんで、抜けないと。でこれスイベルなんで、最初これで、緩める場合とかガツンと緩めて、でこうして早回しができるということで、もうこれすごい重宝してます。で一応このトネさんのこのタイプはここにですね、このスイベルのロック機能がついてまして、こういう角度にしてロックするとこの角度で固定されて動かないと。なのでこういう風に動いてやりにくいということがないと。ただ私はほとんど使わないですね。これもだいたいある程度動くぐらいにしておいてこのまま使ってます。こうしてこうやって使うという風にやってます。はい、これ愛用してます。これとこれがエクステンションですね。ちょっと奥まったところはこれでやります。あとはこれがセットにもともとついてきたやつですけど、こういう角度がつけられるようになっているので、ちょっと奥まったところとかでこういうのと一緒に使うことが多いですね。エクステンションとこれでソケットを差し込んで、でラチェット組み込んで、こういう感じで奥まったところのちょっと届かないところで角度のあるところにこう入れて、これでこう回していくというふうに使います。はい、ちょっと難点があるといえば、ここにギザギザがついてですね、これが狭いところにこれを突っ込んで回そうとすると、このギザギザのおかげで回らないということがありました。でもトネさん多分これは手回しで滑らないように手にオイルとかがついてる状態でもちゃんと回せるようにつけてくれてると思うんですけど、なんで別に全然あってもいいんですけど、なんかそういうことがあって、ちょっとこういうなんかオイルがゴミがついてると思うんですけど、これ多分その時の後ですね。こう回りにくかったのを無理やり回したんでちょっと汚れちゃったと思います。ソケットは8、10、12、13、14、17、19ってやってるような、はいです。でこのディープソケットは10、12、14ですね。それと以前はこれよく使ったんですけど、あんまり最近使わなくなりました。早回しのためのアタッチメントですね。例えばこうやってで10ミリをこうつけて、
水ベルがついてるこのラチェット使うようになってから早回しがこうやったらできるようになったんで、あんまり使わなくなったんですけど、以前このタイプのラチェットしか持ってなかった頃はこうしてこれで緩めて、途中からはこれで早回しをしてました。だからこれすごい使いました。でも最近水ベルにしてからは全然使わなくなっちゃったんで、この辺で眠ってなんか錆びてきてますね。はいます。ちなみにこれとこれの使い分けはしてるのかと言われるとあんまりしてないですけど、こっちの方がやっぱ長いのでちょっと力入れたい時とか、あとこれはこういう風に動いちゃうので動かない、割と力をグッとかけたい時にこいつを使います。はい、それがこのセクションですね。はい、で次にこのセクションに行きます。こっちは普通の六角レンチです。はい、ここに入れてます。これほとんど使わないから、このスペースなんかちょっと違うことに使いたいですね。ちょっと考えようと思ってます。ここがですね、もともとのセットはスパナが入ってたんです。こういうスパナのセットがここに入ってました。でもこのスパナってあんまり使わないので、どっちかというとメガネレンチとかこのラチェットをよく使うので、ここはですねこれに入れ替えました。これですね、普通のスパナと違ってこっち側がラチェットになってます。こういうふうに回せると。でしかもこれ角度がつけられるので、こういう使い方ができるというものです。でこれだけじゃあんまり大したことないですけど、実はこっち側がすごい秘密がありまして、これですね、早回しのできるスパナなんですね。どういうふうに使うかというと、これ普通のスパナってこう入れて回してで抜いてでまたこう回すと、こういう使い方だと思うんですけど、これちょっとここに突起が見えると思うんですが、この突起がすごい仕事をしてくれます。どういうことかというと、これ入ります、で回します、でこのまま抜かずにこういけるんですよ。でまた回すと、こういう早回しができるスパナなんです、これ。はい、あんまり力入れられないです。なんとなく怖くて。なのであんまり強力に力のいる時はこれ使えないんですけど、これ割と狭い場所とかでこういう使い方ができるんでめちゃくちゃいいです。はい、これを普通のスパナの代わりに入れ替えて使ってます。はい、こっちは普通のメガネが入ってます。メガネはもうこれもすごくよく使います。トネさんのこのタイプはこういう角度がついています。なのでなんだろう、ちょうどいい感じの角度がついてるのかなと思います。だいたいこれで緩まないものはないという感じで、12ポイントですけどガツンと緩めることができます。はい、でもこの間12ポイントのこのメガネで錆びたボルトの頭が舐めちゃってえらい目に遭いました。はい、ドライバーはこんな感じですね。マイナスとプラスが色分けされていて、貫通ドライバーなんで後ろから叩けます。はい、はい、で真ん中はハンマーですね。こっち側が鉄、こっち側がプラスチックになってます。ニッパーとラジペンとプライヤーとモンキーですねが入ってます。モンキーほとんど使わないな。でここで大体のことができるんですけど、これ以外にですね、実は私このカンカンを常にこのボックスの横にこのように置いて使ってます。でこのカンカン何が入ってるかというと、めっちゃよく使うものが入ってまして、まずめちゃめちゃ一番よく使うやつがこのマイナスドライバー。これ普通の電光のドライバーだと思うんですけど、この長さとか大きさがもうちょうどよくて、これはもうめちゃめちゃ使えます。ほぼ全ての作業をこれでやってると言っても過言ではない。はい、これですね。でこれもめっちゃ使えます。これ内張り剥がしです。これで内張りのね黒いプラスチックのパーツとかパッとこうやって外すんですけど、この角度と、それからこの先っぽの薄さがいろんなことに使えちゃって、これは結
こう何に使うって今説明しろって言われたらちょっと浮かばないんですけど、すごい実は使います。これなんだろう、なんでこんな使うんだろう。なんかこの角度がいいんですね、きっとね。はい、これも超愛用。めっちゃ出番の多いものです。それからここに入れてるのはさっきご説明したこのトネのツールセットに入っていた8分の3のソケット。はい。あとですね、これも結構使います。100均で買っためっちゃ安物のプライヤーなんですけど、これはこの小ささがですね、私手が小さいんですよね。なんで手がちっちゃいからこれでやるっていうのはちょうどなんか良くて、はい、この大きさ、このぐらいの大きさの良いプライヤーをもしいいのご存知の方いらっしゃったら教えてください。まあまあ使うのがこのネジザウルス。これ先っぽがこういう形になってまして、はい、なんかこう先でこう握ってこう回す、ちょっと錆びたボルトとか、まあそれを回すためのツールなんですけど、こうギザギザがいっぱいついてていろんなとこをつかみやすいんで、これもまあまあ使います。はい、あと小型のモンキーですね。これあんま使わないな。なんでこう入ってるんだろう。こんな感じです。で、これがトネさんのセットになります。もうこれがほぼほぼあれば何でもできちゃうという感じです。で、あっちに見えてる青いツールボックス今度説明します。はい、これ貢献さんのステッカー貼ってますけど、別に貢献さんのボックスでも何でもないです。もうなんかとにかく雑多に適当にツールが入れてあるという、見せるのもお恥ずかしい感じです。よしと。でちょっといっぱい入ってるんで全部説明するとキリがないんですけど、めちゃめちゃ使うやつをご説明したいと思います。まずこれはもう私超愛用。もう困った時はこれ、ちょっと力のいる時は絶対これを使います。これピッツバーグって書いてあるんですけど、私以前アメリカに住んでたんで、その時にいっぱいツールを買ったんですけど、割と素人の人も買える寝頃感のある良いツールを扱っているお店で、ハーバーフリートっていう店があるんですけど、そこのブランドなんですね。日本でいうとアストロさんみたいな感じです。でそこで買ったツールで、これなんと激安19ドルだから日本円で今のレートでも2000円台です。3000円しない。はい、8分の3の頭がついていて、でここがですねこういうふうに角度がつくようになってると。でしかもこれラチェットなんですよ。一番の特徴がなんと40センチを超える長さ。こんなに長いです。なので私だいたい外すのに力いるやつはもうこれでやっちゃってます。これでソケット入れてガツンってやったらだいたいほぼほぼの硬いやつでも外れます。でこの先がですね、そんなに上等なツールじゃないんでやっぱり弱いんですよね。で一回壊したことがあります。なんでこれは2個目です。買い替えました。ごめんなさい、買い替えたんじゃなくて、この、ツール屋さんハーバーフレートっていうとこは障害保証をつけてくれていて、壊れたら持ってこいと。で持ってったら本当に新品と変えてくれました。すごいとこです。はい、これも超愛用なんで、私の動画にもこれ結構出てきます。動画で時々これなんていうツールですかって聞かれることがあるんですけど、その度に説明してるんですけど、これめっちゃ重宝。もうこれは4番バッターです。はい、困った時にホームラン打ってくれるんで。あと何かな、これもよく使いますね。これも同じピッツバーグって書いてるんで向こうで買ったやつです。プライバーですね。ちょっとこじるのにちょうどいい大きさ。日本の軽自動車、私みたいにビートとかコペンいじってるもんにはちょうどいい大きさです。はい、この箱にはもういっぱいこういう雑多なツール入れてるんですけど、実はめっちゃ愛用してるやつはこの別のケースに入れてます。私の動画にも何回も登場していて、私が褒めまくっているこれです。トネさんの首振りロングです。こんなに長い超ロング首振り。こっち側が普通のストレートのメガネです。12ポイントです。なのでストレートだしすごい力が入りやすいです。でこっち側がラチェットになってます。はい、
でこれはこっち向きにこう使ってもいいし、場所によってはこう使うこともありますね。こういうふうに使う。はい。すごく狭いところにこう差し込んで、で車の下からガツンと外して緩んだらこいつに付け替えて、これで緩めていくという使い方をよくします。はい。これはなんで今実はビートのタイミングベルトの交換にチャレンジしてるんですが、これ結構使ってます。はい。ツール好きなんでこれ語り出すとキリがないんですが、まあこんな感じで代表的なツールでございます。ということでちょっと今日はこんな感じで工具の紹介をしましたけれども、他にもですね、私電動の工具とかもいっぱい持ってるんで、奥さんからあなた工具屋さんなのって言われるぐらい工具を持ってるんではい、またご紹介したいと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。それではまた車いじりでお会いしましょう。それではまた。